今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第9弾。誰でも砕け散った惑星に到達できる最新の攻略方法を、これまでご紹介できなかった上級者向けのテクニックもご紹介しながら完全解説します。今回はファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が長距離砲タレットでナウビスにおけるバイターからの攻撃を完全に鎮圧する方法や、パイプライン長の本当の数え方や、こんなに狭い敷地で毎分8400個もの電子基板を製造する方法などを徹底解説します。いつものように息つく間もないスピードで解説しますので、今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、長距離砲でバイターの巣を殲滅。恒星系の淵から帰ってきたら、まずはナウビスの工場をバイターから守るため、長距離砲タレットで周りのバイターの巣を殲滅します。そこでまずは長距離砲弾と長距離砲タレットの材料である砲解析50個とタングステン材1000個を宇宙プラットフォームで自動リクエストし、ナウビスのカーゴ膠着パッドで要求します。自動リクエストに名前を付けると、このように鉛筆マークをクリックすることで呼び出せるようになり便利です。また砲解析とタングステン材は輸入し続ける必要があります。そこで材料が切れたらブルカヌスに取りに行く設定をしておきます。まず割り込みを追加で分かりやすい名前を付けて、割り込み条件を追加をクリックします。そして貨物アイテム数を選択し、砲解析イコール0、タングステン材イコール0と入力します。さらに&をクリックしORに変更します。次に割り込み液を追加でブルカヌスを選択し、発射条件を追加で非アクティブを選択すれば設定完了です。この設定で砲解析かタングステン材がなくなると自動でブルカヌスまで取りに行ってくれます。ナウビスのモールに長距離砲弾と長距離砲タレットの組み立て機を追加します。出来上がったら長距離砲インサーター要求チェストをこのように設置し、要求チェストで長距離砲弾10個を要求すれば砲撃が始まります。一番近いバイターの巣またはワームから順番に砲撃していきます。長距離砲弾の射程は驚異の224マスです。レーダーの索敵範囲の4倍の範囲が射程圏内となります。爆発した地雷を素早く再配置できるようチェストの近くのロボットステーションを開き、ロボット要求に建設ロボットを100台セットしておきます。これでバイターの巣の破壊によって断続的にバイターの群れが押し寄せても素早く地雷をセットし直してくれるので、地雷の壁に穴が開きにくくなります。長距離砲をコピーして工場全体をぐるっと囲むように設置すれば、巣が作られてもすぐに破壊してくれます。チャプター2、崖用ダイナマイトとロボットの下準備。砕け散った惑星に到達するには宇宙プラットフォームのレールガンをレジェンド品質で固めるなど大量の資源が必要になります。そのためにまず最初にやっておきたいのは、資源と電力が豊富なブルカヌスで生産速度モジュール3を製造することです。大量のアイテムを素早く製造するのに欠かせません。まずは工場用地を広げるために崖用ダイナマイトをアンロックして製造します。まず崖用爆薬と材料となるドラム缶とグレネードのモールを作ります。次に化学プラントを設置し、用途爆薬の生産工場を作れば崖用爆薬の製造が始まります。次は物流ロボットと建設ロボットを3000機準備します。生産速度モジュール3を使うと生産速度が速すぎて搬送ベルトでは運びきれません。そこでロボットがスループットの改善に役立ちます。まずはプラスチック棒の工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを変更して電池工場を作ります。
パイプはシフトキーを押しながらゴーストで敷設すると、建設ロボットが崖用爆薬で崖を破壊してから敷設してくれます。次に生産速度を上げるためビーコンを2つコピペします。最後に要求チェストとインサーターを設置して科学プラントをシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで物流リクエスト設定をすれば完成です。作りすぎと材料不足を予防するために工場全体をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを変更して貼り付けします。次は発展基盤工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを変更しロボットフレーム工場を作ります。先ほどと同様、要求チェストに物流リクエスト設定をすれば完成です。最後は物流ロボットと建設ロボットの工場を作ります。まずロボットフレーム工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを物流ロボットに変更して貼り付けて要求チェストに自動リクエスト設定を行います。次に組み立て機とロボットステーションをレッドケーブルで接続し、ロボットステーションにはロボット統計を読み込むにチェックを入れ、組み立て機には Y 小なり3000と入力すれば完成です。これでロボットネットワーク内が3000台になるまで物流ロボットが製造されてロボットステーションに投入されます。同様に建設ロボット工場も建設しておきましょう。チャプター3、大量のロボットで巨大発電所を建設。鋳造炉と電磁プラントによる生産では大量の電力を消費するため事前に発電所を3ギガワットに拡張します。まずは広域電柱をブルカヌス全体に張り巡らせます。まずロボットステーションと広域電柱を真四角になるように設置し、シフトキーを押しながらコピーします。次にマス目に対し自動調整すると相対的な自動調整にチェックを入れて、グリッドサイズにはそれぞれ36、グリッド位置にはそれぞれ2と入力し、建設計画を作成します。最後にシフトキーを押しながら元のレイアウトに重ねて左クリックを押しながら動かせば、このようにブルカヌス全体に広域電柱とロボットステーションを張り巡らせることができます。勢い余ってデモリッシャーの縄張りに設置しないように注意しましょう。次は発電所を大規模化します。まずモールの近くのロボットステーションを開き、建設ロボットを100台ロボット要求します。次に蒸気タービンとパイプラインをコピーしてこのように貼り付けします。するとモールの近くに待機していた建設ロボットのおかげで蒸気タービンとパイプラインが一気にレイアウトされます。このようにモールの近くに建設ロボットを待機させておくと素早く建設できるのでおすすめです。これで蒸気タービンは約500台、最大約3ギガワットも発電できます。最後に3の中和にレシピ設定した化学プラントを設置して、インサーター、高速搬送ベルトとパイプラインを敷設すれば完成です。約500台の蒸気タービンを稼働させるのに必要な化学プラントはたったのこれだけ、なんと8台です。ここで突然ですが皆さんにクイズです。この発電所の蒸気のパイプラインにはパイプだけで約500個も使っているのにパイプライン長はたったの162です。なぜでしょうか？実はこのパイプライン長というのは長辺の長さでカウントしているのです。例えばこのように横に10タイル、縦10タイルのパイプラインであればこのような渦巻き状にしてもパイプライン長は20のままです。なのでこのように化学プラントを直結させて真四角に近いレイアウトにすると大規模化できます。チャプター4、生産速度モジュール3を大量生産。発電とロボットの準備ができたので狭い工場で高速生産するのに欠かせない
モジュールの製造体制を構築します。まず宇宙プラットフォームで自動リクエストする設定をして、フルゴラから電磁プラント60個を仕入れます。次にカーボ膠着パッドを設置し、鉛筆マークをクリックして先ほど設定した物流グループを選択します。これで宇宙プラットフォームがプルカヌスに到着するたびに60個になるまで電磁プラントを投下してくれます。それでは運び込んできた電磁プラントを使って生産性モジュールと生産速度モジュールを爆速で生産します。まずロボットステーションをシフトキーと左クリックを押しながらずらっと1列設置して充電体制を整えます。次にフルゴラから生産速度モジュール工場をコピーしてきて貼り付けます。そしてレイアウトをこのように整えて全部で8台の構成にして電磁プラントの間にビーコンを設置します。ビーコンはこのように設置すると全部で6台の電磁プラントに効果を与えられるので効率的です。最後に生産速度モジュール工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを生産性モジュールに変更して貼り付ければモジュール工場の完成です。紫サイエンスパックの生産に使うので左端の工場は生産性モジュール1の工場にしておきました。電磁プラントの生産ボーナスはプラス 50% ですので1つ分の材料で 1.5 倍ものモジュールが生産できます。なので最初に作った組み立て機によるモジュール工場は解体します。左端の生産速度モジュール2の工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを変更して貼り付ければ生産速度モジュール3の工場が完成です。要求チェストに自動リクエスト設定をすると生産速度モジュール3の製造が始まります。生産速度モジュール3は今後他の惑星でも使うので生産上限を1000個にしておきました。チャプター5電磁プラントで赤青基板を大量生産。モジュールの生産体制が整ったので発展基板の組み立て機を電磁プラントに置き換えます。まず電磁プラント8台を設置して発展基板にレシピを変更し生産性モジュールを挿入します。次にビーコンと最初に作った発展基板工場のチェストとインサーターをコピーして貼り付けると発展基板の生産が始まります。最後にこれを全部で4組レイアウトすれば発展基板工場の完成です。ロボットの充電を早くするためにもう1列ロボットステーションを設置しました。電磁プラントとビーコンによる毎秒44個という圧倒的な生産量に供給が間に合うよう悪色から輸入した低温プラントでプラスチック棒を生産します。まず搬送ベルトを敷設して石炭を引っ張ってきます。そして低温プラントを4つ設置しプラスチック棒にレシピ設定し生産性モジュールを挿入します。次にパイプと地下パイプで石油ガスのパイプラインを接続します。最後にインサーターを設置して石炭を供給しインサーターとチェストを化学プラントの工場から持ってくればアップグレードは完了です。ビーコンを6つ並べて生産速度をアップさせておきます。低温プラントには生産性モジュールを8個も挿入できるので石油資源が希少なブルカヌスで重宝します。次は制御基板工場をアップグレードします。まず発展基板工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを制御基板に変更して貼り付けします。次に V キーで反転させてパイプラインを接続しパイプで硫酸を引き込んでくれば完成です。制御基板もたくさん使いますので丸ごとコピペし全部で2組合計16台にします。もともとあった工場は生産ボーナスが少なく生産効率が悪いので解体しますとここで問題発生です。電子基板が全然足りません。ブルカヌスに
初めて降り立ったあの時は毎分1600個の生産量に圧倒されたのですが、電磁プラントを使い始めるとこの程度の生産量では全然足りません。そこで爆速で高スループットの電子基板工場にアップグレードしていきます。チャプター6、超高密度溶融鉄と溶融銅の工場。電子基板工場を作るにあたって、まずは溶融銅と溶融鉄の生産ラインを作ります。まず溶融鉄と溶融銅を流すためのパイプをこのようにずらっと敷設し、既存の溶融銅の工場をコピーしてきて貼り付けます。次に地下パイプでパイプラインを接続して組み立て機の位置を少し下に移動させます。そして鋳造炉の周りにビーコンを並べて出来上がった工場をコピペします。さらに出来上がった溶融銅工場全体をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを溶融鉄に変更しシフトキーを押しながら貼り付けます。最後に搬送ベルトで方解石を運び込んできて鋳造炉に投入し、組み上げポンプを設置して鋳造炉に流し込めば溶融銅工場は完成です。生産速度を上げるため生産速度モジュール3にアップグレードします。これだけ溶融銅と溶融鉄の鋳造炉が集まると毎秒7000もの溶岩を供給し続ける必要があります。そこで溶岩にたくさんの組み上げポンプを設置し、これをパイプで接続することで余るほどの溶岩を供給できる体制にしました。これで毎秒2600の溶融銅と溶融鉄を生産できるようになりました。これを全て鉄板に作り変えると毎秒約4000枚も生産できる計算です。この後線路の生産に大量の石を使いますので今からストックをしておきます。まずバルクインサーターとバッファーチェストを設置します。次にバルクインサーターには石、小なり32000と回路設定し、バッファーチェストにはリクエストしていないアイテムを吐き2チェックを入れ、物流リクエストに石2200個を指定します。この設定によって石が2200個を超えると廃棄スロットに保管されて貯蔵チェストなど他のチェストに運び出されますので、石が詰まって生産が止まることがなくなります。最後に埋め立て地のインサーターには石、大なり16000と回路設定をします。これによってロボットネットワークの石が16000個を超えないとインサーターが動きませんので、必要な石まで埋め立て地にして処分してしまうことを防げます。チャプター7、毎分8400個超高密度な電子基板工場。溶融銅と溶融鉄の生産ラインができたので電子基板工場を作ります。まず発展基板工場をこのようにシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを電子基板に変更して貼り付けます。インサーター2つでは搬出しきれませんので H キーで反転させて2組設置します。次に既存の鉄板工場をコピーして新しく作った電子基板工場に貼り付けパイプラインを接続します。最後にシフトキーを押しながら工場全体をコピーしてパラメーターを導線に変更し H キーで反転させて貼り付ければ電子基板工場が完成です。出来上がった工場全体をコピーして上にも貼り付け、組み立て機と鋳造炉の隙間をビーコンで埋め尽くします。そして生産量を上げるためアップグレードプランナーで生産速度モジュール2を生産速度モジュール3に差し替えます。これで電子基板の生産量はなんと驚異の毎分4800個です。ただ生産状況を見てみると高速インサーターの搬送速度の遅さがボトルネックになっています。そこで高速インサーターをアップグレードプランナーでバルクインサーターに差し替えました。また電子基板の生産速度を限界まで引き上げるためモジュール1つを生産速度モジュール3に差し替えました。これによって画面のように
スループットが改善し、工場の詰まりがなくなり、電子基板の生産量が毎分8400個に改善しました。たったこれだけの敷地で高速搬送ベルト5本分の生産量です。ちなみに今回このようにレイアウトしたのは、電子基板工場を制御基板工場と発展基板工場に近づけることで、物流ロボットの移動距離を短くするためです。最初に作った工場はいずれ解体するので、銅板、銅線、鉄の歯車、パイプと鋼材工場をこのようにパラメーター機能を使ってレイアウトしておきました。パラメーター機能を使うと、このようにあっという間に生産アイテムの種類を増やせるので便利です。電子基板を大量生産できるようになったので、工場全体を生産速度モジュール3に差し替えました。次回は石油資源の限られたブルカヌスで欠かせない石炭液化による石油生成ラインのシンプルでコンパクトなレイアウト方法や、ポンプを使わなくても詰まって止まらない簡単な回路設定の方法を徹底解説します。絶対にお見逃しのないよう、今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。